レイド上手くなりたい？どんな達人も最初は素人や。面白いこと言いなさんね。そんなお前さんの知らねえことを私がペロッと喋って教えてやりたくなりましたよ。まあみんな静かにしろよ。どうもお疲れ様でございます。遠藤文太言いますけ、仲良してつかさい。今回からレイドをレベル50でクリアする動画企画をスタートします。レイドって難しいイメージがあると思うんですが、コツさえつかめば、必要なことさえ分かれば誰でもクリア可能なんだってのをお見せしたくてですね。この動画があなたのレイドクリアのきっかけになりますように。動画内容はレベル50のサブキャラでボルトを出てからそのまま準備して必要最低限のビルドを組み、レイドをソロクリアします。レベル50なのでレジェンダリーパークは1枚だけ星1のものを使います。その後グールと人間のおそらくの最高率クリアの様子も載せますので、レベル300ぐらいでレジェンダリーパークが揃わない方はこれらを参考にカスタマイズしてみてください。では早速サブキャラのしこい女でレイド第1ステージのガーディアンのソロ攻略をしていきましょう。必要なのはこんな感じ。エクスカベーターはモールマイナーしばいてブラックチタン集めまくってください。もちろんエクスカベーターでないものでもクリア可能です。なんなら現在防御力が一番低いのはエクスカベーターなので他のやつの方がいいまであります。壊しや 5V 猛烈迅速はプレイヤーのベンダーから購入してください。だいたい3万ぐらいかかりましたが、粘って探せばもうちょい安く手に入るかなって感じでした。今回使う武器は火炎放射器です。金塊交換で入手できる武器はかなり強力なものがたくさんあるのですが、レベル50始めたてで各勢力の評価を上げるには最低でも2週間から1ヶ月近くかかるので、拾えるもので今回はやっていきます。火炎放射器はマップのこちらに落ちています。またはホワイトスプリングにて設計図を購入できますので、必ず解体を繰り返して全パーツ覚えてください。キャップやエクスカベーターのブラックチタンを貯めるためにモールマイナーをしばき倒して、そしてレジェンダリーモジュールとスティムパックが大量に必要なのでパブリックイベントをこなしつつ、ようやく50になりましたので、しこい女に実際にチャレンジしていただきます。パークはこんな感じになりました。正直必要最低限の下、必要なものが揃っていない状態です。サブキャラは変異していませんが、させて損がないので、この企画で変異が必要だなぁと感じたらさせていきます。はい、いけませんでした。これはレベルをあと1つだけ上げさせてください。火力が全然足りません。このレベル上げの間にガーディアンの特徴をお話しします。ガーディアンは全レイドボスの中で一番火力と体力が多い、いわゆるタンクキャラです。火力は壊し屋がついていないと一瞬で持っていかれます。そして一番の特徴はこのシールドシステムです。ガーディアンの背中にあるシールドシステムを破壊しないと本体へのダメージを全て無効にしてきます。しかもシールドを壊すと時間経過で暗転させてきます。この暗転前に A、B、C どれかのシェルターに入らないと即死攻撃をしてきます。このシェルターに入りながらゆっくり倒せば、おそらくどんな武器でも倒せるくらいにはガーディアンは簡単なレイドボスなのですが、今回はボルトから出てレベル50でも普通にクリアいけちゃいますから、みんなレイド楽しんでって動画にしたいので暗転前クリアを目指します。話を戻して、このシールドの壊し方は2つ。背中のシールドシステムを直接攻撃するか、反射ダメージでシールドにダメージを与えるかです。今回ソロです。しかもガーディアンは一度発見すればすっごい言うことを聞く犬くらいこちらを見てきます。なので背中なんて向けてくれませんので、反射にてシールドを破壊します。レベル1つ上げてこんな感じになりました。これならどうだろうとやってみると、ギリクリアです。本来やりたいレベル50想定のパークはこんな感じです。スクショするならこちらにしてくださいね。サブキャラでこの構成でプレイすると暗転前にガーディアンはクリアできました。実際にやる際はこちらを参考にしてください。パーク構成の説明をすると、まず反射でガーディアンのシールドを破壊しますので、この2つは必須。反射でシールドを壊す間、体力がゴリゴリ削れますので、体力全体を底上げするパークとスティームパックの回復量を上げるこれらがないと耐えれません。そしてガーディアンはシールドシステムが壊れたら V 破壊扱い、いわゆる重傷化しますので、
ここら辺のパークカードで火力を上げて暗転前に体力を削り切る形です。コツとしては立ち位置とリロードタイミングが重要だと感じました。火炎放射器の射程距離は思った2倍短いので、スイッチを押してガーディアンの近く、このスロープのギリギリに立ち、しゃがむのはシールドが壊れてからにしてください。レジェンダリーパークのフォロースルーはシールドが壊れてから発動してほしいからです。テンダライザー、バレットストームは弾を消費すればするほど効果が高まりますので、ガーディアンのシールドが壊れる直前、このギリギリにワンマガジン打ち切って、これらの効果を爆発させて、なんとか暗転前にクリアできました。パーセプション、アジリティのパークカードは火力アップの宝庫なので、ここら辺も使いたかったですが、ボルトから出てそのままレード用にカードを集めているので、ギリギリここになりましたね。フォロースルーの星を上げればもっと楽に倒せると思いますので、いろいろこの動画を参考にしてプレイしてみてください。ただ、レベル50でもこんな感じでクリアできますから、安心してレード楽しんでくださいということはお伝えできたかなと思ったりです。ガディアンはクリア報酬で星4伝説効果の中で最強と名高いピンポインターも落とします。ピンポインターだけマジでぶっ壊れてて、こいつだけ火力アップが掛け算なんですよね。全部の火力アップ効果足した後にドカンと 1.2 倍入ります。これを狙ってこの動画を参考にレベルが低くてもガーディアンを周回してモッドや債券を集めてもいいと思います。さて、始めたての方や復帰勢の方々のレードへの敷居を下げるためにレベル50でやらせていただきましたが、ここからは本気でやらせていただきます。人間キャラのみんなのチョコレート味の恋人膝切りちゃんと、グールキャラの秘密結社幸楽からの刺客かなりえずきくんでガーディアンをぶっ飛ばしていきます。まずは膝切りちゃんです。今回は膝ゲリオン初号機を使います。深海探査用パワーアーマーであるハイドロテックエキゾに壊しやラック、リフレクトを 5V つけて反射させていきます。ガーディアンのシールドは V 破壊パークが適用しますので、 V ダメがついたヘビーガンパークカードのワンガンアーミーでやつのシールドをぶっ壊す。とんでもねえ反射率です。では迅速とピンポインターのついたガウスミニガンでぶっ壊す。ガーディアンが人間なら肉コップンです。次にグールです。火力となればグールですから、体力自慢のタンクキャラに火力をぶつけていきます。使うのは秘密結社幸楽が開発したピンコアーマー、白兵戦型ブラックピンコを使います。正直このゲームの敵キャラって近接でしか倒せなかったり、毒使ったり無敵になったりとコーナーで差をつけてきますから、こっちは火力上げて直線でぶっちぎるんだいやーん。シールドワンパンしたら、ここでパークを1枚外して反転オンスローを捨てて楽々クリアです。矛盾ってあるだろう。核に耐えるタンクなんてないって話だぜ。では次回はレイドで最も楽しく最も難しい第2ステージについてです。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、ハイプの方良ければよろしくお願いします。励みになります。リバーシナイト日本。